はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は EPG のダイナミックドライバーモデル Q5 です。ダイナミックドライバーモデルだから Q1 と同じで Q シリーズなのね。年末から EPG のモデルを少しずつレビューしていて、今月中には終わりそうなスケジュール感だわ。そうなんだ。他のメーカーのモデルもあるし、頑張らないとね。そうだね。価格が7000から9000円ぐらいの幅で、今だと Amazon の方が安いね。Amazon に掲載されて半年ぐらい経つモデルで、最新ではないけど、印象は結構いいよ。へえ、それは楽しみ。パッケージ内容はこんな感じね。ケースが結構すっかも。クロスもついてるんだ。ケーブルが、MMCX なのね。そう、だんだん見かけなくなってるね。MMCX のメリットデメリットは上の通り。個人的には外しにくくて2本ぐらい接続部を壊したことはあるけど、 MMCX クイックディスコネクトツールを買ってからは外すのにそんなにストレスを感じなくなったね。確か300円台で買ったけど、送料無料になるように別の商品と一緒にしたかな。以前ケーブル壊して指痛いって言ってましたね。ケーブルは高コア銀メッキケーブルで接続部とジャックの部分がちょっとリッチな感じです。今回は微ケーブルなしの視聴になるってジャックさんから聞いています。外観はかなり小ぶりでちょっと変わった形ですけど、耳からほとんどはみ出さないし装着感は良かったです。フェイスプレートの中心部の穴でエアフロー調整しているようですけど、音はほぼ漏れてきませんでした。片側 4g で重さも気になりません。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ1機。詳細は上の通り。自社開発のセラミックカーボンナノコンポジット振動板を採用しているってことで、確かに寝音に特徴があると感じたね。ではここからは波形を見ながら進めましょう。バンドルイヤーチップの差分はこんな感じになっていて、バンドル2のブラックの方が小域寄りで明るい雰囲気になっています。ワイヤーチップではこうなります。ジャックさん、Q5 はそんなに広域を出さなくてもバランスがいいと思ったんですけど。そうだね。だから 5kg から 8kg あたりがほどほどの出方のイヤーチップでいいかなって思うわ。で、どれになったの？バンドル1の特性に近い TRN ティップスにしたよ。これだとちょっと分かりにくいので、バンドル1と2、そして TRN ティップスだけ太線にしたのがこれ。バンドル1の薄いグレーはどっちみち見づらいけど、5から 8kg あたりの出方は似てるでしょ。そうだね。サウンドチェックとこの後の視聴は TRN ティップスということにして、次は他モデルとの比較を見てみようか。比較モデルはどういう基準で選んだんですか？ドライバー構成が同じことと接続が MMCX ってことね。この条件を満たすものが手持ちであまりなかったから、最近のモデルは選べなかったけど、これはこれで面白いし、このモデル自体知らない人も多いかもって思ったから。確かに2年ぐらい前にレビューしましたかね。 OH2 はバランスよくフラットを意識したモデルだと思いました。確かにこの比較だと 6kg あたりを大きく落としているので、広域の明るさ不足が気になったかな。そのあたりサウンドチェックで確認できるんじゃないかな。 T2 エドは広域型なのかな？そう、上の3モデルを重ねたグラフでもはっきりしているね。Q5 に似た部分も多いけど、低域の出方が違うだけで実機での印象も大きく違ってた。低域を一番しっかり出しているのは Q5 なんだね。でも低域に特化してるってわけでもなさそう。サウンドチェックで確認してみればわかるよね。そうだね。音質調整の基準は Q5 ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
りの結果と言って間違いないですよね。そうだね。OH2 が中間的な位置で Q5 がやや低域寄りなバランス。T2 エボが高域寄りって感じだった。キックのアタックは Q5 が波形通り一番耳に残るし、高域の伸びは T2 エボだった。T2 エボは低域を抑えてるし、高域自体 Q5 よりやや出してるからね。OH2 は6キロあたりをちょっと EQ 補正で持ってあげるとかなり良くなりそうだね。サウンドチェックでは Q5 の低域が一番出ていたけど、実機ではどうなの？キックのアタックにパンチがあっていいと思ったし、ベースもほとんど濁らない印象で、ドラムンベースのコンビネーションが効いてて気持ちいいよ。やっぱり低域がしっかりしているモデルは全体のまとまりがいいわ。ってことは多少低域寄りのミックスでも大丈夫なのかな？そうだね。さほど低域の強さを感じなかったから、波形通り低域に特化しているわけではないね。その分、フロアタムの迫力などは音数が多いとちょっと埋もれ気味に感じたけどね。しばらく聞いてて、やっぱり高域が自分にはちょっときつめに感じたので、イヤーチップの波形比較のグラフを見て、6キロ付近を一番絞っているファイナル E に付け替えたんだけど、これが正解だった。確かに3キロ以降8キロ付近まで減衰するポイントがないですから、ファイナル E で調整したんですね。最近ほとんど使わなくなりましたけど、こういう特性のおかげで使いどころはありますよね。だね。それでもボーカルは前に出てくる傾向だけど、嫌な感じではなく、とても綺麗に聴けたよ。高域はハイハットの刻みは緻密に聞こえるけど、前へ出て邪魔になる感じはなかった。シンバル系全体の線が細く感じたからだろうね。全体的にはどんな感じ？モニターライクでやや固めな音、そして立ち上がりの速い印象。セラミックカーボン、ナノコンポジット振動板の効果って気がするね。ダイナミックドライバー液だけど分離よく感じるし、定位も左右いっぱい使って空間も広く感じた。EPG のモデルはこれで5本目のレビューになるけど、前回レビューしたスター1、そしてこの Q5 がバランス面と質感がとてもいいと思ったね。やや高域が強めに感じるので、私はイヤーチップをファイナル E に付け替えて対応したけど、どちらかというと高域好きという人で、低域もある程度しっかり聞きたい人には合うでしょう。なるほど。良さそうだね。MMCX 接続をデメリットと感じなければ Q5 は1万円を切るモデルの中ではおすすめできる音質で、個人的には結構満足しています。振動板素材も特徴ありますし、十分検討に値するモデルだと思います。ということで EPG-Q5 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。